月が50年ぶりに仕事場になるのだ。アルテミス II が打ち上がれば、2030年内には日本人が月面を歩く現実的なシナリオが生まれるのだ。50年ぶりってアポロ計画以来ということですよね。それって今の私たちの生活や仕事に具体的にどんな影響があるんですか？今日は NASA のアルテミス II 有人月周回ミッションを徹底的に読み解くのだ。打ち上げの見どころはもちろん、なぜこれが日本人の未来のキャリアと直結するのかを話すのだ。アポロとの決定的な違い、そして JAXA が秘めている野望まで順を追って話すのだ。まず基本情報から押さえるのだ。アルテミス II は4人の宇宙飛行士が乗り込み、月の周りを飛んで地球に帰る約10日間のミッションなのだ。1972年のアポロ17号以来、半世紀ぶりに人類が月に近づくフライトなのだ。 NASA によると、打ち上げはスペースローンチシステム、通称 SLS ロケットを使うのだ。 SLS ってどのくらいすごいロケットなんですか？スペース X のファルコンヘビとかと比べるとどうなんでしょう？ SLS はアポロ時代のサターン V ロケット以来、最も強力な打ち上げ機なのだ。高さ約98メートル、重さは打ち上げ時に約2600トンにもなるのだ。わかりやすく言うと、東京スカイツリーの半分の高さで、大型トラック650台分の重さを垂直に立てたようなものなのだ。ファルコンヘビーより月への輸送能力が2倍以上あるのだ。そしてアポロとの決定的な違いがここにあるのだ。アポロ計画は月に着陸して帰ってくる競争だったのだ。国威発揚、つまりアメリカとソ連の冷戦のプロパガンダとしての側面が大きかったのだ。でもアルテミス計画は違うのだ。月に長期滞在できる基地を作るという全く別の目標を持っているのだ。長期滞在基地って月面にリアルな基地を作るということですよね。それって国際宇宙ステーション ISS の月版みたいなイメージですか？アメリカだけじゃなくて日本も関わっているんですか？その通りなのだ。ルナーゲート A という月軌道上の宇宙ステーションを他国で作る計画があるのだ。そして JAXA も正式に参加しているのだ。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、そして日本が協力して月の玄関口を建設するプロジェクトなのだ。これが今回のアルテミス II と直結しているのだ。でも実はここに日本にとってとんでもないチャンスが隠れているのだ。アルテミス II のミッションの流れを説明するのだ。打ち上げからおよそ3日かけて月に向かい、月の周りを一周してから地球に戻る10日間の旅なのだ。乗組員は4人で、そのうちの1人はカナダ人のジェレミー、反戦飛行士なのだ。これがアメリカ以外の宇宙飛行士として史上初めて月付近まで到達する記録になるのだ。カナダ人が月付近行くのが史上初というのは少し意外でした。でも裏を返せば、日本人宇宙飛行士が月に行くのも全然夢じゃないってことですよね。実際どんな条件が必要なんですか？まさにそこが革新なのだ。カナダはアルテミス計画にカナダアーム3という宇宙ステーション用ロボットアームを提供する代わりに飛行士枠を得たのだ。これは技術提供、飛行士枠という交換なのだ。日本も同じ交渉をしているのだ。JAXA はルナーゲート A に居住モジュールの要素技術を提供する予定で、その見返りとして日本人宇宙飛行士の月面着陸枠を交渉中なのだ。ちょっと例えるとだな、学校の文化祭でうちの班がプロジェクターを持ってくるから、発表の最初のコマをうちに回してと交渉するようなものなのだ。宇宙開発の世界でも技術と機械の物々交換が実は普通に行われているのだ。なるほど。宇宙外交って意外とリアルな取引なんですね。それで言うと BBC とロイターで今回のアルテミス II 報道の温度感が違うって聞きましたけど、どういうことですか？面白い視点なのだ。 BBC はアルテミス II を人類の異様への回帰と情緒的に報じる傾向があるのだ。一方でロイターはコスト超過と遅延に焦点を当てることが多いのだ。実際 SLS ロケットの開発費はすでに230億ドルを超えていて、これは当初予算の3倍以上なのだ。日本円で約3兆4000億円、東京都の年間予算とほぼ同じ規模の超過なのだ。この巨大なコスト問題は実はアルテミス計画全体の弱点で、スペース X に宇宙輸送を任せれば何分の1かのコストで済むという議論が根強くあるのだ。でも政府プロジェクトにはロビーイングや地元雇用の問題が絡み、単純に民間に切り替えられない構造があるのだ。これが宇宙版ガラパゴス問題とも言えるのだ。そしてこの話は日本にとって他人事じゃないのだ。日本にとって他人事じゃないって JAXA の H3 ロケットの問題とも似ていませんか？公共事業と民間競争力のジレンマって宇宙開発のどの国でも起きている構造的な問題のような気がします。鋭いのだ。H3 ロケットは2024年に2号機でようやく成功したが、その陰でイーロン・マスクのスペース X は同じコストで何倍もの打ち上げをこなしているのだ。官が主導する宇宙開発と民間競争の間で日本はどちらにかけるか、その答えがアルテミス計
れの参加度合いに反映されているのだ。この構造問題、次のセクションで日本の若者のキャリアにどう跳ね返るかを話すのだ。ここまでをざっと振り返るのだ。アルテミス・アイアイは4人乗りの月周回ミッション。アポロとの違いは、月面基地建設、遠い宇宙機目標、SLS 開発費は3兆円超の超過があり、日本の JAXA も技術提供と引き換えに宇宙飛行士枠を交渉中なのだ。ここからが本題で、これが日本人の仕事とキャリアにどう影響するかを話すのだ。アルテミス計画が本格化すると、日本の宇宙関連産業の市場規模は2035年までに現在の約 1.6 兆円から4兆円規模に拡大するという試算があるのだ。これは単純計算で 2.5 倍なのだ。宇宙服の素材、月面での食料生産技術、放射線遮蔽剤、そして通信インフラ、これらの技術を持つ日本企業に巨大な受注チャンスが生まれるのだ。4兆円って相当ですね。でも私のような普通の会社員や学生に具体的にどんな形で影響が出てくるんでしょう。宇宙メーカーに就職しない限り関係ない話な気もしますが、ここが一番面白いポイントなのだ。宇宙開発の技術は必ず地上に降りてくるのだ。アポロ計画が生んだ副産物を知っているかのだ。コードレス電動工具、水の浄化フィルター、フリーズドライ食品、MRI 技術の前身、さらには現代のスニーカーに使われるクッション素材までアポロ由来なのだ。アルテミス計画では今度は AI 制御の生命維持システム、量子センサー、超小型電子翼電池が生まれてくる可能性があるのだ。キャリアの話で言うと、宇宙産業が拡大すると最も求人が増えるのはエンジニアリングだけじゃないのだ。宇宙法務の弁護士、宇宙保険のアクチュアリー、月面ミッション用の栄養士、そして宇宙心理士など全く新しい職種が生まれているのだ。 JAXA の最新の宇宙飛行士選抜では医師、研究者だけでなくパイロット以外のビジネス系出身者も採用されたのだ。今の20代が宇宙産業でキャリアを積む入り口は実は今が一番広く開いているのだ。私個人的には宇宙開発ってアメリカ主導で進んでいく中国の動きが気になります。中国独自の浄化計画も月探査を進めていて、アルテミスに対抗する形じゃないですか。もしかして宇宙も別注競争のフィールドになっているなら、日本はどっちに乗るかを迫られる局面が来ませんか？それはまさに今、宇宙政策関係者が最も頭を悩ませている問題なのだ。中国は2030年までに月面着陸を宣言していて、アルテミスと完全に競合するスケジュールなのだ。アメリカは月の南極の水資源を先に確保したいという戦略的な目標がある。月の水は水素燃料に変えられる。つまり宇宙のガソリンスタンドになるのだ。その拠点を先に取った国が将来の宇宙経済の制海権ならぬ制中権を握るのだ。日本はアルテミス協定に署名しているのだ。これは宇宙は平和利用、透明性のある探査をという原則の国際合意で、日本はアメリカ側についていることを意味するのだ。でも正直に言うのだ。JAXA も中国宇宙局との科学協力を完全には断っていない。宇宙の世界で完全な陣営選択は難しく、技術交流と安全保障のバランスが問われているのだ。これは半導体の問題と構造が全く同じなのだ。さっき冒頭で月が50年ぶりに仕事場になると言ったのだ。アルテミス・アイアイはその第一歩で月を周回して帰ってくるだけなのだ。でもこれが成功すれば次のアルテミス・アイアイアイで実際に月面着陸が起きるのだ。そしてその時登場するのが JAXA の宇宙飛行士である可能性が今回のミッションの成否にかかっているのだ。打ち上げの瞬間は日本人の宇宙への夢が次のフェーズに進むかどうかの分岐点なのだ。僕の正直な見立てを言うのだ。アルテミス・アイアイが成功したとしても月面常駐基地の完成は2040年代にずれ込む可能性が高いと思うのだ。コスト問題、技術的課題、そして米中の宇宙競争が複雑に絡み合っているからなのだ。でもだからこそ今の10代、20代が宇宙関連スキルを持った人材になることにこれ以上ないほどの追い風が吹いているのだ。宇宙産業は少なくともあと20年確実に拡大し続けるのだ。アルテミス・アイアイの打ち上げ時期について視聴者の皆さんはどう予想しますか？予定通り2026年内に打ち上がるか、また延期になるか、コメント欄に予想を書いてほしいです。1ヶ月後に答え合わせしましょう。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。4兆円。それが2035年の日本宇宙産業の規模なのだ。そのキャリアチャンスに乗れるかどうかは今日から動けるかどうかにかかっているのだ。チャンネル登録と高評価ぜひお願いするのだ。毎週水曜日はテック最前線をお届けしているのだ。来週もテック最前線でお届けするのだ。お楽しみに。